今日なんですけれども、ちょっと嬉しいことに私の周りで、こういう動画を公開したりとかそういうふうなことをしていた影響もあってか、手裏剣を始めてみましたと、そういった話がちょっと多くなってきました。ですので、初心者の方に向けてではないんですけれども、もう一度改めて、手裏剣の腕の使い方、これをもう一度考えていきたいなと思います。前回足の使い方とかそういうふうなことをやっていたので、ちょっと順番前後するんですけれども、改めて、手裏剣を始めたばかりの方に向けて、腕の使い方、これを考えていこうかなと思います。私が以前公開した動画の中に、棒手裏剣の練習の仕方とか、そういったものを改めて考えてみたっていうのがいくつかありますので、よろしければそちらの方も手裏剣を始めたばかりの方は見ていただければと思います。ただやっぱり伝えきれない部分たくさんありますので、ちょっと若干重複しながら今日もやっていくかもしれないんですけれども、なるべく今日動きながら腕の使い方考えていきたいと思います。それで腕の動かし方なんですけれども、何度も言っているように手裏剣の場合だと体全体で打ってくださいね、手だけで打たないでくださいねっていう話は何度かしました。でなぜやってはいけないかというと、手裏剣に余計な回転をかけてしまうから。余計な回転をかけると手裏剣がそちらから見るとまっすぐ倒れていく、このシンプルな動きでないと棒手裏剣っていうのは刺さりません。ですが手首を使いすぎた結果回りすぎて当たらないとか、もしくは逆に手首を使わなすぎた結果倒れなくて当たらないとか、あとはねじれですね、こっちにねじれたり、向かって右方向にねじれたり左方向にねじれたり、こういったものも、刺さらない要因になります。ですので、余分な手の動きはしないでください。してほしい動きです。非常にシンプル。上げて下ろすだけ上げて下ろすだけです。つまり野球のフォームのようにスリークォーターであったりとか、こういう動きをする必要は最初のうちはないです。もしかしたら慣れてきたら、もしくは使う手裏剣によってはこういった動きが必要なところもあるかもしれませんが、一番最初にやってほしいのはごくごくシンプルな動きです。つまり上げて下ろすだけ、上げて下ろすだけで、できればなんですけれども、これちょっと変ですよね。手裏剣は手の裏、内側ですねの剣です。つまり剣なので刀と同じように、つまりこれ棒ですけれども、こうやって刀を振る人っていませんね。みんな大体脇はしっかりと締めます。脇はしっかりと締めて打ちます。自然にまっすぐに向くにはやっぱりやや内絞りといいますか、やや脇は締める。肩上がりすぎないでください。ちょっと脇は締めて、自然に手は上げて下ろすだけ、上げて下ろすだけ、上げて下ろすだけ。こうやってると多分そんなに疲れない。でもちゃんと脇を締めて上げて下ろす、上げて下ろす。
何回かこれをちょっとやってみてください。上げて下ろす、上げて下ろす。でダーツとは違うので、ダーツの場合だったら肘を支点に動かします。手裏剣の場合は上げて下ろすのに本は投げません。上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす。余計な肘は使いません。もちろん伸ばしたままだと力も入りません。自然で構いませんので、やってほしいのは手を上げて下ろすだけ。使ってほしいのは肘や肩ではなくて、背中です。腕は肩からではなくて背骨から動かしてください。肩からじゃないです。肩から動かすと肩痛めます。背骨から、ここから腕が生えていると思ってください。背骨から動かしてください。背骨を意識すると肩甲骨大きく動くと思います。肩から肘から手を動かしてしまうと、まず手裏剣とこれどんなに軽くても 30g ぐらいあります。それをこんな長いものの先端に 30g なんて非常に重いものがあるから、実は意外と負荷がかかります。なので肘から動かしたり肩から動かしたりしてるとすぐに痛めてしまう。なので背中の大きな筋肉を使ってください。背骨の中心から腕が生えている、その腕を上げて下ろすだけ。前回の動画で、大きくゆっくり、最初は大きくゆっくりやってくださいという話をしました。大きくゆっくり上げて下ろすだけ。その際に手は最初は余計なことは考えないでください。手裏剣は手から勝手にすり抜けていく。この手裏剣全体を撫でてあげてください。しっかりと摩擦はかかります。この状態で撫でてあげる。ただし一番最初はこれも考えなくていいです。手から勝手に手裏剣が抜けて飛んでいく、手から抜けて飛んでいくんだよぐらいでいいです。つまり指先も手も使わないでください。手で投げたら手投げになっちゃいます。指先、小手の先で投げたら小手先で投げるって言われちゃいます。ですので最初は手は使わなくていいです。手から勝手にすり抜けていく。最初近くてもいいです。ただあまり近すぎると跳ね返った時に非常に危ないので、1軒ぐらい 1.8 メートル2メートルぐらいでしょうかね、ぐらいからでいいです。上げて下ろすだけ、上げて下ろすだけ。この時に手を使おうと思わないでください。背骨の中心から大きく上げて落とすだけ、上げて落とすだけ、上げて落とすだけ。意外とやはり手で何とか刺そうと思って手を使ってしまうとかえって刺さりません。
くまで上げて下ろすだけ、落とすだけ、上げて下ろす、上げて下ろす。ごくごくシンプルな動きなんですけれども、実は非常に難しいところがあります。こうじゃなくて、しっかりと脇を締めて上げて下ろす、上げて下ろす。肩が上がらないように肩も落として上げて下ろす、上げて下ろす。そうするとだんだん背中のあたりちょっときつくなってくる、効いてくると思います。肩甲骨のあたりがちょっと効いてきたなっていう方、多分正解だと思います。腕の筋肉はあまり使わなくて問題ありません。先ほども言いましたけれども、手裏剣は、剣の一種です。つまり刀の振りと似ているかもしれない。ただ同じじゃないです。刀の振りの場合こっちですからね、足出ますけれども、手裏剣も右足前にして打つ方でしたら全く問題ないです。例えばこう切りたいものに対して刺そうと思って突然力を入れても大した力はありません。振りかぶったものを下ろした方が力は入ります。手裏剣の場合は左足が前に出るのでちょっと刀の振りとはまた違うところはあるんですけれども、あくまでイメージ。右足前でも構いません。上げて落とすだけ、上げて下ろす、上げて下ろす。本当にごくごくシンプルな動きだからあまりブレないんです。同じようなところにばかりいってしまってますけれども、ほとんどブレが出ません。もちろんこっちでも一緒。上げて下ろす。最初はね、そんなに強く刺そうと思わなくていいです。上げて下ろす、上げて下ろす。それだけで構いません。これができるようになったら、ちょっと威力を上げるために前回言った前に出る力を使ってみましょう。ただし前に出るって言ってもこれじゃダメです。ちょっと落ち気味、斜め下になりますかね。少し斜め下になると思います。上げて下ろす、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 上げて下ろす。ちょっと危ないんですね。手の動きはごくシンプルです。上げて下ろす、一番最初にコツ的なことは何度かこのお尻の方を弾いてあげるっていうのも話しましたけれども、それは長い距離を打つ時です。長い距離を打つ時、最初はごくごくシンプルな手の使い方で構いません。上
上げて下ろすだけ。あとは少しずつ先ほどお話をしたこういったお尻の方を弾くテクニックだとかは距離が伸びるに従って使っていってあげればいいかと思います。最初ごくごく近い距離でやることはなるべくシンプルに、刀の振りとかでもそうです。なるべくシンプルな動きの方が継続して行いやすい、再現性も高くなります。あまりねこの角度に来た時に手はこの形で自分の思ったタイミングで指離れなんてことを考えているとどこかで狂ってしまいます。シンプルな動きの方が再現性は高い。なので最初のうちは大きくゆっくり、あと今みたいに手裏剣同士が当たると思ってもいないところに跳ねることがありますので、これやると必然的にある程度のところに手裏剣が集まります。なので、周りは特に注意をしながら練習をしてみてください。右足が前でも左足が前でもごくごくシンプルに上げて下ろすだけ。こんな形で使っていくと一番最初のうちはおそらくよく刺さってくれるんじゃないかなと思います。素直に手からすり抜けていくうちは今みたいに近い距離だとおそらく刺すこと自体はそんなに難しいんじゃないかなと思います。だんだん刺さるようになってくると私なんかは特にちょっと色気を出してちょっとかっこつけてみようかなとかそういうことをやると大体刺さらなくなります。もしくはこれもちょっと色気が出てきてもっと強く刺してやろうと思った時に上げて下ろすだけじゃなくてさらに引いてしまったり、もしくはちょっとこれ届かないかもしれないな、よしもうちょっと引いて頑張ろうと、こういう余計な動き、ここでいいのにさらに距離を伸ばそう、威力を出そうとして大きく振りかぶった結果ねじれて刺さらないなんてことがありますので、割とこういう自分の欲というかそういったものとの戦いでもありました、私の場合は。改めて言いますけれども、近い距離でしたらそんなに力を入れる必要はありません。つまりこれも十分すごいです。十分すごいですが、ここまでやる必要はないです。力を抜いたって刺さる。なのでそんなに強く力を入れずに自然に大きく打ってあげるだけで十分刺さります。ちょっとね手裏剣に慣れてきてちょっとこうスランプ、
ある程度刺さってたんだけれども、ある日突然ちょっとスランプになってきちゃったななんていう方がいたら、もう一度このごくごくシンプルな動き、こういったものに戻ると体が思い出したりします。本当にシンプル、上げて下ろすだけ。こうじゃないです。しっかりと脇足締める。肩は上がらない。背中から大きく、背骨から大きく、大きく。おそらくね、この手裏剣って必ず刺さるか刺さらないか、この2つの結果が必ず出るので、やっぱり何とか刺そうとしてしまいます。で結果が出るっていうのはありがたいことなんですけれども、間違った姿勢でも刺さるときは刺さってしまいます。で、正しい姿勢でも逆に言えば刺さらないときはあります。なのであまり結果を見すぎて、いろいろと無理な練習をしてしまうと、間違ったフォームで物を指す名人にはなれても、手裏剣が上手、道具を使うのが上手な人にはなれないかなと思っています。ですので大体基準は何かって、他のものにも当てはまる動きでできるかどうか、その手裏剣だけに特化した動きではなくて、今で言えば刀の振りであったりとか、そういったものにも応用できるような動きっていうのがあると、その一つ手裏剣だけの練習だけなんですけれども、他のものの練習にもなって、一つの練習が結果的にたくさんのものの練習にもなる。その方がおそらく楽しいかなと思います。なのであんまり目先の結果、刺さった刺さらないに、もちろんそれを追っていくのも大事なんですけれども、まずはたまにこうやって自分が戻るべき場所、シンプルな動き、こういったものを一つある時期にやっておくと、後々困った時とかに、私なんてしょっちゅう困るので、しょっちゅうこんなことやってます。動画では結構、遠くから手裏剣を刺してみたりとか、あとはちょっと歩きながら、左右の手を使ったり、いろいろ遊んではいるんですけれども、実際あんな練習ってほとんどやってないです。練習時間のほとんどが今みたいな地味な練習ばっかりです。で、たまに動画を撮ろうかなっていう時、あれはもう本当に一通りの練習が終わってから遊びとしてああいうものはやってますので、結構ね、こういう私は特にかっこいい動きとかやってみたいなって思ってしまう人間なので、割とそういう欲と戦いながら地味な練習やってます。というわけで今日はちょっと駆け足でなんですけれども、手の動き、要はごくごくシンプルな動き、よかったらまたこれ見直して、手裏剣を始めたばかりの方なんかはちょっと一緒に上げて下ろすだけの動きでもやってみると、それだけで結構手裏剣刺さるようになりますので、よかったらちょっと試してみてください。で、割とこういった動きっていうのを、自分のホームみたいな形で持っていくと、なんか困った時にいつでもそこに戻れば、ちょっとやり直しがある程度できるんじゃないかなっていう、セーブポイントみたいになりますので、ちょっとね、こういう地味な動きなんですけれども非常に大事な動きなので、もしよろしければ、こういう練習してみてください。初めての方も、それからある程度慣れてきた中級者の方で、ちょっとスランプになっちゃったなっていう方なんかは一度試してみていただければと思います。では今日ちょっと駆け足でだったんですけれども、手の動き、そういったものを、簡単
簡単にご説明させていただきました。私も説明しながらね、そうだよなと自分自身で納得しながら、やってます。とりあえず今日は、手の動きごくごくシンプルに動かしてくださいと、そんなお話をさせていただきました。それと、高評価ボタン、グッドボタンを押してくれた皆様、本当にありがとうございます。またね、ちょっとこんな形で、いろんな考察であったりとか、実験的なものも含めていろいろとやっていきますので、面白ければまた高評価ボタン、グッドボタン押していただければ嬉しいです。本当にいつもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。